トロス王が亡くなり、国中が深い悲しみに暮れた後、重臣たちが危惧したような混乱はほとんどなく、王国は穏やかに新たな王の時代を迎えました。それは、若き新王、ロゴの即位と、隣国、アンボイス家との婚姻同盟が速やかに決定したことが大きな要因でした。軍事、経済、共に国国を下回る小国、アンボイス。しかし彼らは、公国と敵対するヘセ家との国境線を握る地政学上の要でした。そして、小国ゆえの狡猾さに対し、トロス王のいない素朴で善良なアニム戦たちはあまりにも無防備でした。代替わりしたばかりの若き王帝が外交戦ではアンボイス家に完敗した結果、結婚式は公国の聖地にて執り行われるものの、その式次第の全てをアンボイス家が仕切ることとなってしまったのです。そして国中が祝福の空気に包まれる中、新王の心だけは底知れぬ深淵へと沈んでいました。国王陛下、私はアンボイス家の儀礼官にございます。アンボイス家のしきたりにのっとり、この婚礼を一片の滞りもなく進行させること、それが私の役目でございます。そうか、ご苦労、よろしく頼む。それでは本日の流れをご説明いたします。まず、アニマツリーの御前にて公国の法にのっとり婚姻の誓いを神聖なる木にお二人の愛を承認していただきます。続きまして、祝宴へ各国の大使との謁見もここで行われます。外交の場であることをお忘れなきよう。わかった。そして最後に、我がアンボイス家の法にのっとり結実の儀式を執り行います。これらすべての儀式が完了する限り、両家の同盟は締結されたとは見なされません。片手間では済まされぬ神聖な義務であること、そのようにお心得ください。わかった。よろしい。では、これより儀式の詳細な手順、すなわち王妃エレナ様との初夜における作法についてご説明いたします。はあ。なんだその儀式は。囚人監視の中で初夜だと、どこの狂った国のイデオロギーだ。ああ、古臭い部門の家系にはたまにあるとは聞いていたが、マジでやる気かよ、アンボイスの連中。いくらなんでもお二人がかわいそうすぎるだろう。公務官、なんとかならないのか。広告のイデオロギーで上書きしろ、強弁しろ。無理です。あちらの儀礼官の言い分はこうです。血統が混じり合うその神聖な瞬間を証人がこの目で見届ける限り、婚姻同盟は真に結ばれたとは見なさぬと。これを受け入れれば同盟は即刻破棄、トロス王の勅命を達成できません。しかも俺、証人として出席することになってるんだよな。嫌だな、帰りて。なんとかしてやれ。ラーゴ殿、あんた騎士団長だろ。なんとかなるわけねえだろ。剣で切り伏せられるならともかく、相手は伝統と契約だぞ。これよりアンボイス家とアニマ公国の地をつなぐ結実の儀を執り行います。容赦、寝台へ。儀礼官、本当にこれが必要なのか。証人など外の廊下で待っていれば済むことだろう。国王陛下、アンボイスの法において王族の交わりは公務にございます。シーツが汚れ、血統の連続が確約される瞬間を我ら見届け人が見聞せねばなりませぬ。これこそが将来生まれるお子の正当性を保証する唯一の証拠となるのです。無駄よ、ロゴ様。これが世を背負う者の義務。さあ、早く済ませて。うまくやってよね。私、初めてなんだから。では、まずお風呂子様が上になり、豊穣の女神へ捧げる祈りの言葉を。エレナ様、足の位置はそのまま、図体の確率を最大化させるため、腰の下にその高層入りの枕を。よろしい、始めなさい。ラーゴ、おい、ラーゴ、助けてくれ。嫌だ、冗談じゃない。ごめんなさい、無理です陛下。俺を見ないでください。目を閉じてやればすぐ終わります。多分、頑張ってください。この白状者。時計を確認。これより一刻、血統の受体を確認するまで我らは瞬き一つせず見守ります。さあ、国家の未来のために励みなさいませ。
どどうだった？ロゴ様は儀式は無事に終わったのか？陛下は頑張りましたよ。俺なら開始5秒で発表して窓から飛び降りてた。学、後でこれでも買ってくらい陛下を褒めてやってくれ。いや、敬ってやってくれ。おいたわしい。それにしてもラーゴ殿、あんたまで顔色が真っ青だぞ。当たり前だろ。王妃は痛がって泣くし、地獄絵図だぞ。もういい。聞きたくない。いいや聞け。俺の苦痛を共有しろ。アンボイスの連中。後で絶対仕返ししてやる。ああ、くそ、酒だ。酒を樽ごと持ってこい。一滴も残さず浴びねえと、この光景が頭から離れねえ。もう死にたい。俺、しっかりしろよ。うるせえ。俺に触んな。汚らわしい。じゃあ自分の足で歩けよ。無理。膝が笑ってやがる。まったく、いくら婚礼でめでてえからってよ、飲みすぎだべ。ちげえよ。思い出したくないことを、たくさん思い出したんだよ。なんだよ、じじいどものことか。あいつら、俺に奴隷女をあてがって、ここでやれって言いやがってよ。儀式でも何でもねえ。ただの余興だぞ。覚えてるよ、そんでじじいを一人ぶっ殺して逃げたんだろ。悪かったな。別にええだよ、おめえ図体の割に軽いしな。そうじゃなくて。この前、お前のこと忘れるって言ったけど、やっぱ、やめるわ。あんま無理すんじゃねえぞ、騎士団長。俺に触るんじゃねえ。汚らわしい。触ってねえよ。無礼様、朗報です。結実の儀の結果、エレナ様がご解任とのことです。マジで嘘。言ったしっていう。はは。モコ殿も案外やるじゃん。若いっていいね。これで我がアンボイス家とアニマ公国の地は混ざり合い、同盟関係は盤石ですな。でもさ、アニマの王を誰にするかって、ミコ様の承認がいるんでしょ。うちのエレナちゃん、嫌われないかな？大丈夫？エレナ様は才色兼備、必ずや愛される王妃になります。ミコ様も認めざるを得ないでしょう。そっか、そうだよね。せっかく投資したんだから、しっかり利益は出してもらわないとね。あとはエレナちゃんがうまくやってくれるっしょ。よし、宴だ宴だ。秦王の結婚式の数日後、第二王子のレグア様と巫女候補の兄様の結婚式がアニマツリーの下で行われました。アニム戦同士の結婚は華やかだった秦王の結婚式とは打って変わり、彼らの伝統に従い、とても質素に行われました。これでトロス王がお決めになった直命は全て終わったな。ふう、少し肩の荷が下りたよ。あとは兄様が時代の御子をお産みくだされば、広告は安泰だな。はは、そちらは若いお二人に任せよう。俺たちはそろそろ虫の方に取り掛かるぞ。ああ、準備は進めている。まだ課題は山積みだけどな。兄、よく聞いて。僕は二人の味方だ。何を言っているの、レグア。僕はこれから誰にも見つからないように別の部屋に隠れる。兄上との話はもうついているんだ。後で兄上がここに来る。だから部屋の明かりを消して待っていておくれ。レグア、あなたは。なんて残酷なことをするの。へへ、
今までレグ兄と相部屋だったけど、やっと今日から一人部屋だぜ。兄ゆえ、なんでいるんだよ。今夜は、黙ってておくれ。だって、まさか、兄ゆえ、今、兄といるのは、僕は、二人を愛してるんだ。どちらも悲しませたくないんだよ。フィルボ。間違ってる。そんなの、絶対に間違ってるよ。兄ゆえ。だって、俺知ってんだぞ。レグ兄だって、ずっと兄のこと。フィルボ、それ以上言うな。頼む。僕にこれ以上、惨めな思いをさせないでおくれ。惨めだと思うなら、なんでそんなことすんだよ。どいつもこいつも、正気じゃねえよ。王の朝は早いです。日が昇ると同時に目覚め、支度を整え、アニマツリーの前で瞑想にふけります。瞑想を終えると、王妃との朝食。そこで侍従から分刻みの一日の予定を突きつけられます。午前中は各国からの使者との謁見、あるいは前哨地の代表者から持ち込まれる際限のない陳情の処理。息をつく間もなく、その後は行政官を伴っての市内巡視。唯一市民の声に耳を傾けられるのは昼食を兼ねた市内の居酒屋。王にとってそこだけが唯一の社会との接点です。午後になれば守備隊長との防衛討議。兵たちの訓練を視察し、自らも手を振るい、己を研鑽し続けねばなりません。夕食は執務室、山積みになった書類の山にうずもれながら冷めた食事を口に運びます。緊急の問題があれば深夜まで重臣たちとの協議が続きます。すべての執務を終え、寝床にたどり着く頃には日付が変わっていることも珍しくありません。これがロゴに課せられた王の日常、そして彼に休日は存在しません。巫女様、新しいお部屋はいかがですか？何かご不便があれば、遠慮なく侍従にお申し付けください。ありがとう。十分よ。ここはとても静かで、心が落ち着くわ。私は近いうちに、兄に巫女の座を譲るつもり。あとはゆっくり、ここでトロスを弔いながら、静かに暮らしていくわ。承知いたしました。それと、これを持っていて。巫女様、これは。白紙の委任状よ。サインはしておいたから。トロスは、国政のすべては巫女の裁可を得よう、と言い残したけれど、私は、ロゴのやりたいようにさせてあげたいの。あの子は、自分一人で背負いすぎる子だから。あなたの判断でこれを使って、ロゴのこと、お願いね。お任せください。このガクトラアゴ殿が、ロゴ様をしっかりと補佐いたします。ありがとう、だからさ、今度お城の中を特別に案内してあげるよ。二人きりでさ。どうしようかな。イルゴ様、誰にでも言ってるんじゃないの？ちょっと、イルゴ様、昨日は私に同じこと言ったくせに。ああ、やべえ。何よそれ、どういうつもり？最低。イルゴ、大丈夫？いや、失態。まったく、懲りないな。なんでそんなことするの？そりゃ決まってるだろ。運命の人を探してるんだよ。運命の人？俺さ、父上と母上みたいになりたいんだよ。あんな風にさ、たった一人だけを一生愛し抜くような伴侶に出会いたいんだ。それで、なんで町の女の子に片っ端から声をかけまくってるの？だから、しょうがねえだろ。黙って見てるだけじゃ、運命の人かどうかわからないじゃん。
もし見逃したら一生後悔するだろ。なんか決定的に間違ってる気がするな。兄上、またかよ。悪いね、イルボ。今夜だけは我慢しておくれ。なあ、一生俺の部屋で寝るつもりかよ。俺だって彼女くらいいるんだけど、これじゃ連れ込めないじゃん。今日だけだよ。明日から全焼地の統括を任されたから、しばらく留守にする。あちこちの拠点を回らなきゃいけないから、当分帰ってこないよ。そんで、レグ兄を地方に追いやって、ロゴニーが兄を独占するって寸法かよ。これでいいんだよ。兄ゆえの公務の負担も減らせるし。いいわけねえだろ。ちょっとは自分のことも考えろよ。なあ、そもそもこれってロゴニーから頼まれたのか？違う。僕から提案したんだ。王の勅命が可決された後、すぐに。その時は、バカなことは考えるなって言われたんだけど、僕と兄の結婚式の前の日に、もう一度提案してみたんだ。そしたら、分かったって。王妃がよほど気に入らなかったのかな？美人だけどきつそうで、ロゴニーと性格合わなそうだもんな。僕には分からないけど、何かあったんだろうね。で、兄はいつ OK したんだよ。って聞いてねえのかよ。だって、兄は子供の時から兄上のことをずっと。いや、だからってわかんねえだろ。レグ兄と結婚するって覚悟決めてたかもしれねえじゃん。あのな、女の子ってのがな、俺たちと違って複雑なんだよ。昨日好きだったけど今日は嫌。昨日は嫌だったけど今日は OK なんてしょっちゅうあるんだぞ。そうなの？だから女の子の話はその都度よく聞いてやんなきゃダメなんだよ。分かってねえな、兄上は。そこまで言うなら、お前ならどうしたんだい？俺か？俺がもし兄のことを好きで結婚できるなら喜んで添い遂げるさ。たとえ兄が兄貴を好きだと言ってもな、俺が忘れさせてやるくらいの意気込みで行くのが男だろ。無理だよ。僕が兄上にかなうわけない。剣も弓も勉強も一度だって勝てたことなんて。チェスで一度だけ勝ったけれど、あれだってきっとまぐれだ。ああ、なるほど、分かったぞ。レグ兄は兄を譲るっていう恩を売ることで兄貴に勝った気になりたかったんだろう。絶対に勝てない兄貴を共犯者に引きずり下ろして心の中で見下したかったんだ。自分が身を引く聖人君子のふりをしてさ。そんなことない。あるだろ。だから兄の気持ちを聞かなかったんだ。聞く必要がないからだ。聞いたら自分の完璧な犠牲計画の邪魔になるからだろう。それで二人を愛してるなんてよく言えたもんだぜ。しまった、言い過ぎた。兄上、ごめん、言い過ぎた。いや、お前の言う通りかもしれない。僕は卑怯者だ。兄上、頼むからこれ以上バカなこと考えないでくれよ。俺はロボニーも好きだけどエグアニーのことだって大好きなんだ。これ以上変なことになったら俺泣くからな。わかったよ。イルボ、お前は本当にずるいやつだな。なんで？小さい時、お前はいつも父上の足元にまとわりついて子犬みたいにじゃれついていた。兄上たちは違ったのか？僕や兄上が同じことをしたら蹴り飛ばされて怒鳴られていたよ。だけどお前だけは抱き上げてもらって遊んでもらっていた。本当にお前が羨ましかった。聞いたことはないけれどきっと兄上も同じだったはずだ。そうなのか、知らなかった。でも僕はこれからどうしたらいいんだろう。こうなってしまった以上、兄上はもう兄を手放さないよ。国王様、そろそろお戻りになってください。
あと少しだけ朝までこうしていたいんだ。ダメですよ。みんなが起きてきてしまうし。エレナ様はお一人できっと不安な思いをしていると思いますよ。あれのことは気にする必要はないよ。国王様。彼女は俺を愛しているわけじゃない。王妃という地位と世継ぎが手に入れば満足なのさ。婚礼の夜以降、指一本彼女には触れていないよ。私が好きな人はそんな冷たいことを言う方ではありませんでした。兄、すまない。でも許してくれ。君だけなんだ。兄だけが俺の心なんだ。たった一つの居場所なんだ。頼む、兄、俺を見捨てないでくれ。わかりました。ですから今日はもうお戻りになってください。わかったよ。ずるい人、自分の寂しさで私を縛り付けて。でもなんてかわいそうな人。ずいぶん遅かったのですね。書類が片付かなくてね。無理をしてはお腹の子に触る。俺のことなど待たずに先に休んでいればいい。国王様。疲れているんだ。もう寝かせてくれ。守備隊長、状況は？王よ、見ての通りスルモークです。彼らは降伏し同盟を結んだはずだ。なぜ今さら剣を向ける？王よ、失礼を承知で申し上げます。彼らはあなたを甘く見ているのです。トロス王が亡くなり現れたのは年若いシ王。その実力が自分たちの首を預けるに値するかどうか、彼らなりの野蛮な方法で見聞しに来たのでしょう。品定めか。この程度王の出る幕もなく防衛線は保てるでしょう。しかし襲撃者を許すか否か、それを決めるのは王であるあなたです。許すだと？戦王トロス王は敵に対して徹底的に容赦しませんでした。捕虜を取らず、たとえ女や少年兵であっても牙を剥く者は全てほふった。あなたが父上と同じ道を歩む必要はありません。ですが覚えておいてください。敵同様、味方の兵たちもまたあなたを見ているのです。有馬の小僧、俺と勝負しろ。決闘だ。俺が勝ったらスルモークは貴様並みなど未来英語を従わん。車種構えろ。待て、受けよう。狙っておけ。万が一の時はなりふり構わず王をお守りしろ。さあ早く抜け。この腰の剣は飾りか？震えて声も出んか。先に降伏を請うたのはお前たちのことだ。力でねじ伏せられたものを力で弾き返しに来たまでよ。交渉の余地はないのか？ない？ならば死ね。よくできました。ああ、兵が熱狂している。これで軍の士気は上がるだろう。剣でも勝てただろうが、あえて力を使った賢いお方だ。兵隊に指示されなきゃ王の未来はないからな。まずは一つクリアだな。ロボくん。おば上。あのね、力を使ったって聞いたから言わなきゃと思って。どうかしましたか？あのね、ロボくんはね、あんまり力を使わない方がいいよ。なぜですか？私たちの力ってニューラルヒートリミットって言うんだっけ？使える容量が決まってるのね。強い力を使うには容量がいっぱいいるんだけど、それには長い時間をかけて瞑想して育てないといけないの。容量がないのに無理して力を使うとヒートって言って頭痛がしたりめまいがしたり
脳にダメージを受けるの。はい、それは母から聞いています。でね、私とカロビちゃんはすごくレベルの高い力を使えるけど、その代わりほとんど一日中瞑想してないと容量を維持できないのね。瞑想しないと自然と減っていっちゃうから。でも王様は忙しくて最低限の瞑想しかできないでしょ。お兄ちゃんもね、容量を維持できていないのに戦闘で力をよく使ってたから脳にダメージが溜まって病気になっちゃったんだと思うの。だからね、もし力を使うならどんなに忙しくても瞑想の時間を増やして安全な容量を確保してね。それができないなら力を使わないで剣とか弓で戦った方がいいよ。わかりました。ありがとうございます。おば上。おば上。なーに？初めて力で人を殺しました。怖かった？はい。私もね、初めての時は怖かったよ。でもロゴくんの方がもっともっと怖かったよね。ありがとうね。私たちのために、みんなのために嫌なことを一人で頑張ってくれて。ロゴくんのおかげでみんなが死なずに済んでる。みんなが安心して家族と笑って今日も生きていられる。ロゴくんはね、私の自慢の甥っ子だよ。だからね、ロゴくん、そんなに泣かないで。隊長、川岸に死体が。おいおい、頭がないぞ。うわ、なんだこれ。切られたんじゃないな。まるで中から弾け飛んだみたいじゃないか。ああ、これは、アニマ様の声を聞いてしまったんだろう。アニマ様の声を。わしも詳しくは知らんが、過去にも同じようなことがあったらしい。アニム戦一族以外の者がアニマ様の声を直接聞いてしまうと、頭が耐えきれず、発狂して死んでしまうらしい。なんですそれ。神様の声を聞いただけで、こんな無残な姿になるんですか。心配しなくても、我らベースライナーには聞こえんさ。だが、稀に、他の種族にはその囁きが届いてしまうことがあるそうだ。神の声に触れただけで頭が吹っ飛ぶなんて、恐ろしすぎる。見苦しいから後で片付けておけ。見回りを続けるぞ。冬の訪れとともに王国に新たな王子が誕生しました。健やかな男の子は巫女によりセアラと名付けられ、人々は新たな光として祝福し、この王子の誕生を心から喜びました。ただ一人、その父親を除いて。国王様、どうぞご覧になってください。それは、美しい若君でございますよ。おお、これは、なんと凛々しい若君だ。可愛らしいですね。目元などは王にうり二つではありませんか。さあ、国王様、どうぞ抱き遊ばせ。いい、見た。え？今は会議中だ。もう連れて行け。ラーゴ、スルモークへの遠征の件だが、人員と物資の調達はどこまで進んでいる？はい、人員に関しては、南部の守備隊と共和国から。そう、我が子を抱けもしなかったわね。はい、お産の時も、政務が忙しいからと、お顔すら見せられませんでしたわね。政略結婚なんて、所詮こんなものよね。別に最初から期待してはなかったけれど。王妃様、実を申し上げますと。何？城内で噂になっております。国王様は、実は。何ですって？待たなくていいと言ったろう。今日もお仕事でしたの？
執務室で。ああ、そうだよ。書類が山積みなんだ。嘘つき。なんだと。先ほど次女に確認させましたわ。執務室の明かりは3時間前には消えていたそうです。別によろしいのよ。あなたがどこへお通いになろうと私には関わりのないことですわ。けれど毎晩のように通うのはお控え遊ばせ。盛りのついた犬みたいであまりにはしたなくてよ。お相手の兄様も弟君と結婚しながら何をお考えなのかしら。それとも誰彼構わず交わるのがアニマの流儀だとでもおっしゃるの？はしたない。だと？囚人監視の中で俺を恥ずかしめたのはお前の家だろ。あの夜俺がどれほどの屈辱を飲み込んだかお前には一生わかるまい。それはお前といるとあの夜の吐き気がよみがえるんだ。触れるのも汚らわしい。俺の愛する人の名をその口で二度と呼ぶな。今日は別の部屋で寝る。私だって好きでこうなったわけではないのに。タク。陛下が夜な夜な兄様と打倒。こんなことが許されるはずがない。法務官、法律はどうなっている？法律は有馬の方では一夫一妻は厳しく定められておりますが、婚外交渉については特に定められていません。法的な罰則規定もありません。よし、問題なし。万事解決だ。言い訳あるか。王が王妃を差し置いて王帝の妻と不倫してるんだぞ。外文が悪いなんてもんじゃない。国の根幹に関わる不祥事だ。法的な拘束力がねえ以上、俺たちに止める権利はねえだろうが。大っぴらにはできねえが、俺は他人の私生活にまで首を突っ込む趣味はねえよ。それに人の恋路を邪魔すると馬に切られて死ぬんだぞ。俺は詳しいんだ。初めて聞いたぞ、そんな迷信。ネザーが言ってたんだよ。とにかくこの件は終わり。解散。しかしアンボイスかは納得しましょうか。エレナ様が王妃である限り表だって文句は言ってこねえだろ。あいつらだってバカじゃねえ。幸いエレナ様は男児を海になった。我慢してりゃ王位が転がり込んでくるんだぞ。辛抱するさ。王妃にはまあ俺たちが今以上に気を使ってやるしかないな。なあ、これレグア様も共犯だよな。当たり前だろ。知らなかったとしたらどんな間抜けだよ。ああ、もう若いって声。ほんと勘弁してくれ。おじさんたちは疲れました。ロリ様はどうだ？唯一この状況を止められるのは母親である巫女様だけだろう。無駄だろ。なんでだ？この谷で起きていることは全て巫女様の目に映る。お前だって分かってるだろ。ロビ様が知らないわけがねえんだよ。それで黙ってるんだから黙認なの。あのお方は慈悲深くは優しいが、優しすぎて母親としては機能不全だ。期待はできん。ではブリオス様はどうだ？兄様の父君だ。どうだろうな。伊勢様が亡くなって以降仙人みたいになっちまってめったに病院から出てこねえしな。しかしなんだ？もしこの先兄様が男児を産んだ、王の血を引く第二王子が誕生してしまった、どうするんだ？そんなの考えたくもねえよ。今のうちに神にでも祈っとけ。無礼様、例の件どう動きますか？ロゴ王へ正式に抗議文を送りますか？別にいいんじゃない。王様に愛人の一人や二人、普通じゃん。まだ一人でしょ。誠実だよ。僕なんてロゴくんくらいの年齢の時はもう10人はいたよ。すごいでしょ。はあ、ですか。王子様のお立場を考えますと。確かに相手がちょっと良くないよね。あの兄ちゃんって未来の巫女様でしょ。はい、王位継承には巫女の承認が必要。あちらの方ではそうなっております。今後もし兄ちゃんが男の子を産んだりしたら、そりゃやっぱ自分の子を王位につけたくなっちゃうよね。さようでございますな。アンボイスの血を引く第一王子の地位が脅かされることになります。権力を持っている女の子は愛人にしちゃダメなんだけどね。ロボくんはまだ若いからそこまで頭が回らなかったかな。まあ不運だったね。彼は幸い
同盟を結んだおかげでアンボイ主義の市場価値、評価額は数倍に跳ね上がったよ。どうしても投資効率が悪そうなら、損切りしてもっといい投資先を見つけるだけさ。そうだね。いつかなんて、今ならアンボイスのブランド、高く買ってくれるんじゃないかな。ロゴくん。おや千鳥おばさんのところのバズくんだね。大きくなったね。ねえねえ、ロゴくん、王様になったんでしょ？あ、そうだよ。じゃあさ、ちょっと僕の話聞いてくれないかな。王様にしかできないすっごく面白い相談なんだ。というわけなんだ。衝撃波を制御して一点にエネルギーを収束させる。そうすればどんな強固な石壁だって紙細工みたいに破れるんだよ。すごいと思わない？なるほど。酸化剤としての硝石の純度が膨張率を左右する鍵というわけか。そうなんだ。でも火事場の釜じゃ不純物が混ざっちゃって、お母さんには怒られるし、お父さんには実験を禁止されるし、王様ならなんとかできないかな。バズ君、一つ質問させてくれ。この式の末尾、燃焼による圧力の上昇を定数として扱っているが、アニマツリーから供給される周囲のポテンシャル変動、これを変数として組み込んでいないのはなぜだい？もしポテンシャルが負の方向に触れれば、君の計算よりも先に反応が暴走し、鉄の筒は内側から砕けるだろう。さっき君が言った 1.5 倍の誤差の正体はそれじゃないかな。あ、本当だ。触媒反応のラグを僕無視してた。こう書き換えてごらん。対数螺旋の軌道でガスを逃がせば筒は壊れず、威力だけが指向性を持って外へ向くはずだ。ロゴくん、すごい。こんなのネザー様以外に指摘されたこと一度もないよ。俺もネザー様には散々鍛えられたからね。なんとか食らいついているだけだよ。だがバズ君、君はたった一人で独力でこの真理の入り口までたどり着いたんだね。本当に凄まじい才能だ。久しぶりに純粋に楽しかったよ。頑張った君へ王様からご褒美をあげよう。何がいいんだい？ロゴくん、僕もっと実験したい。もっと深く世界の真理にたどり着きたいんだ。いいだろう。城の中に君専用の研究室を作らせよう。本当？ただ実験は城内では危ないからね。近郊の採掘場を自由に使えるよう手配しよう。よし、では今から君の家へ行こうか。なんで？お父さんとお母さんにちゃんと許可をいただかないとね。さあ行くよ。もうこの子ったら何考えてるの？ロボくんに直談判しに行くなんて。怒らないでやってください。おば上、バズ君の知性とそのひらめきは素晴らしいものです。正しく導いてあげられれば、彼はきっと将来この国の大きな力になってくれます。それはそうかもしれないけど。叔父上もよろしいでしょうか。バズ君を私に預けてはいただけませんか。陛下、バズがやろうとしていることはこの世界の在り方を根底から変えてしまうものかもしれません。それをお分かりですか？はい。この子はまだ子供です。自分が生み出そうとしているものの意味をまだ理解できていない。おっしゃりたいことは分かっています。ネザー様にもお力添えを頼み、我々大人が責任を持って彼を指導します。わかりました。バズを王にお預けします。いいの？まあ、私たちの目の届かないところで勝手に一人で暴走されるよりはまだマシだろう。そうね、わかったわ。やった、ロゴくん、ありがとう。でもね、勝手なことをした罰はちゃんとしてもらうからね。3日間おやつ抜きを。それは困るよ、お母さん。ねえ、ロゴくん、王様の命令で何とかしてよ。すまない、バズ君。王といえども君のおやつ抜きの刑を免じる権限は持っていないんだよ。そんな。
5507年春、ロゴ王は同盟を破り襲撃してきたスルモーク族の討伐を決行。軍を率いて南部の拠点へと進行を開始しました。先陣は共和国軍です。ご命令を。始めろ。共和国にはインリット兵がいるのか。ええ、奴隷兵ですかね。そうか。逃げていきます。追撃しますか。共和国に任せる。前進して殲滅せよ。騎士団前へ。制圧を完了いたしました。生き残った捕虜がおりますが、そのほとんどが女子供です。いかがなさいますか。かつて父上がスルモークを討伐した時はどうした。あの時は巫女様が力を使い野生動物の群れを呼び寄せました。故に生き残った住人は一人もおりませんでした。そうか。なら俺は俺のやり方で行く。自身の肩に担げるだけの荷物を持たせ、ここから去るよう命じろ。ここは今日から公国の領土だ。南へ行き、二度と北の土を踏むなと伝えよう。砂漠の奥に同族の集落があるはずだ。運が良ければそこまでたどり着けるだろう。ゆい、そのように手配いたします。寛大ですね。トロス王なら迷わず根絶やしにして更地にしていましたよ。子供の頃、母上に教わった。俺がみんなを率いるようになったら心と良心に従えと。兄様も心に従った結果ですか。お説教か。とんでもないと言いたいところですが、その通りです。相手がその当たりの町娘ならどうぞお好きになさい。ですが兄様は将来の巫女様です。お互いのためになりませんよ。ずっと彼女が好きだったんだ。父上と母上のようにいつか彼女と結婚できると信じていた。お気持ちは痛いほど分かりました。今更やめろとは言いません。ただし王妃に恥をかかせないようにしてください。公式の場では特に。アンボイス家に余計な口実を与えてはなりません。お分かりいただけますね。分かった。心配をかけて悪かったな。いえ、我々は王に尽くすのみですから。南部のスルモーク族とズクレイドを放逐したことで、アニマ公国は広大で肥沃な温帯森林の一帯を支配下に置きました。残る虫のコロニーを掃討できれば、周辺の脅威は減せけのみ。トロス王から続く地域平定はもう目の前に迫っていました。実際、王はよくやっている。代替わりから日は浅いが、公務は驚くほど真面目に、よどみなくこなされている。兵たちの評判も上々だ。戦場じゃ誰より目立つし、実際、文句なしに強いからな。トロス王のあのスパルタ教育の賜物だな。市民たちの声にもよく耳を傾けられていますよ。不満があれば、可能な限りご自身の足で現場を確認に行かれる。人任せにせず、下される判断も極めて公平です。まだ若いが、このまま経験を積めば、いずれはあのトロス王に並ぶ。いや、超える名君になれるだろうな。まあ、あの私生活の致命的な問題さえなけりゃな。ついに兄様がご解任か。父親はレグア様ってことはないか。レグア様は地方に詰めてる。計算が合わねえんだよ。それにしても、それほどまでに思い詰めていたのなら、すべて我々に相談してほしかったとは思うよ。相談してもらってたら、お前、あの婚姻の勅命にサインしなかったのか。
それは、あの状況で国よりもガキの初恋という個人の感情を優先できたか、お前が。しなかったな。いや、できなかっただろロゴ様もそれを痛いほど分かってたはずだ。お前が、俺がどんな正論で自分を諭すかをな。だから誰にも言えなかったんだろう。たった一人で地獄に飛び込むしかなかったのさ。う。そうだな。ただ、やはり責任を感じてしまってな。我々が彼を王という檻に閉じ込めてしまったのではないかとね。ありがとう。エレナちゃん、赤ちゃんを見せに来てくれるなんて、私、本当に嬉しいよ。ご挨拶が遅れまして申し訳ございません。お母様。気にしないで。ああ、かわいい。本当にかわいいね。まだ生まれて日も浅く見苦しいかとお恥ずかしゅうございます。そんなことないよ。赤ちゃんは元気に生まれてきてくれただけで最高なんだから。ありがとうね。本当にありがとう。二人きりでお話しするのは初めてだけれど、なんて子供のような方、巫女様だから浮世離れしていらっしゃるのかしら。ごめんね、エレナちゃん。私、あんまり役に立てなくて。せっかくエレナちゃんがロゴを支えてくれているのに、いろいろと辛い思いをさせているよね。本当にごめんなさい。ご存知なのね。ねえ、当然よね。もうみんなが知っていることだもの。いいえ、国王様には分不相応なほどにたわっていただいておりますわ。そうだ、美味しいお菓子を用意してあるの。一緒にお茶にしましょう。お菓子ですか。お菓子嫌い？いいえ、冗談いたします。よかった。共和国のお菓子なんだけど、とっても甘くて美味しいんだよ。これ、初めて国王様にお会いした時、あの方が勧めてくださったものだわ。美味しい。でしょ？ついつい食べ過ぎちゃうから気をつけなきゃいけないんだけど、本当に美味しいの。もし、あの時、もし私がこのお菓子を素直に受け取っていたら、美味しいって笑えていたら、何か違ったのかしら。エレナちゃん。なんでもありませんわ。失礼いたしました、お母様。今からでもいいと思うよ。でも、私はあの方を、国王様を取り返しのつかないほど怒らせてしまいました。やだ、なんで私、こんな言葉で話しているの。止まらない、この方の前だと。本当は謝りたいのに、どうしたらいいかわからないのです。今はちょっとだけいろんなことが噛み合っていないだけだと思うの。どうしてもどうしようもない時は時間が解決してくれるよ。相手を変えることはとても難しいけれど、自分の心を変えることはできると思うの。ゆっくり時間をかけて、まずはエレナちゃんの心を落ち着かせてみて。そうしたら気づいた時には周りも変わっていたなんてこともあるよ。お母様、ありがとうございます。お菓子、もう一ついただいてもいいですか？もちろんだよ、エレナちゃん。鎖、愛してるよ。何いきなり。いや、最近言ってなかった気がするから。しょっちゅう言ってるよ。もう、やめてよ。いい年して。いいじゃないか、別に。子供の前ではやめてほしいな。おとたま何してるの？ダメだよサロ、こっちで兄ちゃんと遊ぼう。もう、忙しいんだからあっち行って。知恵。もし、俺が王の立場で、クサビ以外の女との結婚を強制されたら、やっぱり同じことをするかもしれないな。兄、久しぶり。元気にしてた？ライラ。元気だよ。もうずっと後ろに引きこもってるから心配してたんだよ。
体、大丈夫ぐ？無理してないぎ？大丈夫。少し疲れやすくなっただけ。私ね、キャラバン隊に入ることにしたの。明日の朝には出発するんだ。キャラバンに？危ないよ、ライラ。へへ、危険は承知の上。お母さんも最初は猛反対してたんだけど、18になったら好きにしていいって約束を立てに、無理やり認めさせちゃった。そうだね、ライラはずっと外の世界に行きたがってたもんね。ねえ、兄も一緒に行くぐ？広い世界を一緒に見に行こうよ。なんて、嘘だよ。さすがにその身をもじゃ連れていけないもんね。何かあったら絶対知らせてよね。どこにいたって兄のためならすぐに駆けつけるから。ありがとう。私はどこにいても兄の幸せを祈ってる。だからさ、兄、絶対に幸せになってね。約束だよ。ありがとう。私もライラのことを毎日アニマ様に祈るよ。気をつけて。いってらっしゃい。やった、成功だ。やったよロゴくん、計算通りだ。こいつはすげえな。どうだラーゴ、虫の討伐に使えると思わないか？あいつらの硬い甲殻をまとめて吹き飛ばすにゃ、これ以上の武器になりますな。ただ、これを作るコストによりますが、なあ、ブレイカー殿。素材の配合と生成に手間がかかります。量産にはそれなりの設備と予算が必要ですね。おじゆえ、予算は惜しまない。早急に実践用の開発にかかってください。確かに、こいつは世界が変わっちまうかもしれねえな。止まれ。所属と要件を述べよ。我々は総連家の呪術師キャラバンですよ。北の珍しい薬草と呪具を仕入れにね。呪術師キャラバン？珍しいな。許可証を見せろ。こちらに。問題ない。通っていいぞ。北の森だ。あそこに誰も立ち入らない金属地がある。あそこなら誰にも見つからずに隠れられるはずだ。北の森の金属地か。いい情報だ。ほら、約束のシルバーだ。さて、あとは適当にガラクタを打って帰るとするか。なに、帰り際に隊員が一人減っていたところで、あのアホなモンバンドもは気づきやしねえよ。兄、頑張って、兄。レグはどうして？どうしてって、立ち会うために帰ってきたんだよ。間に合って本当によかった。本当にすまなかった。僕は許されないことをした。君に相談もせず、あんな自分勝手な真似をして。どう償えばいいのかまだわからないけれど、僕にできることなら何だってする。だから頑張ってくれ、兄。おめでとうございます、レグア様。元気な、可愛い女の子ですよ。女の子なんて可愛いんだ。純粋で清らかでよかった。本当にこれなら僕は君を心から愛することができるよ。ああ、可愛いな。姫君か。ああ、本当によかった。
神に祈った甲斐があったな。この国始まって以来の切実な祈りだったぜ。さようでございますな。これでアンボイス家との間に王位継承をめぐる決定的な亀裂が生じる事態はひとまず免れました。しかもその姫君は将来的に巫女様の後継者となり得ます。ああ、父親がどっちだろうと関係ねえ。純血のアニム戦であることに変わりはねえからな。お子が時代の巫女としてこの谷を滑るなら誰も文句は言わねしかし今のままだとアニム戦の血統はいずれ途絶えることになってしまいますな。少なくとも純血は維持できません。数が少ないからしょうがねえな。どっかに生き残りでも見つかれば別だろうが。キャラバン隊に探させているが、今だ噂すら聞かないからな。まあ、いないものは仕方ねえよ。この問題は後のように任せようぜ。バズ、また徹夜したでしょ。何度言ったらわかるの。夜は8時になったら寝なさい。無理だよお母さん。今は研究が佳境なんだ。1秒だって無駄にできない。真理がすぐそこまで来てるんだよ。あのね、あなたはまだ子供なの。ちゃんと寝ないと大きくならないし、頭だって働かなくなるよ。いい？これ以上言うことを聞かないなら、もうお母さんの特製かぼちゃパイ一生食べさせてあげないんだからね。いいもんね。僕は今や王様専属の研究者なんだ。お城のシェフに頼めばかぼちゃパイだってベリーパイだって好きなだけ出てくるんだから。何よその言い草。贅沢病にかかったのかしら、この子は。お母さん、僕は国のために頑張ってるんだ。いつまでも子供扱いしないでよ。何よ、あんたが作ってるその火薬なんてね、お母さんの力に比べたら大したことないんだから。なんだよ、お母さんの力っていつも横着して指先でかまどに火をつけてるだけじゃないか。僕の火薬の方がずっとすごいもん。鉄の筒から雷を飛ばすんだ。お母さんの魔法になんて負けないもんね。いいわね。そんなに言うならたっぷり見せてあげるわよ。バズ、今度の巨大虫の討伐遠征、あんたもついてきなさい。お母さんの本当の力がどれほどのものか、その生意気な目に焼き付けてあげるわ。望むところだよ。僕の火薬の威力に腰を抜かさないでよね。見ててよお母さん、これが僕の真理の力だ。精度に問題があるが効果はありそうだな。面で制圧すれば精度は補えますね。東大、剣や弓じゃ太刀打ちできない化け物を一瞬で粉砕したよ。お母さんの魔法じゃこうはいかないだろう。粉砕ね。バズ、あんたの言ってる力ってのはたったそれだけのことなの？陛下、力杖が出てきました。あんたのその小さな火遊び、本物の太陽ってものを見せてあげるわ。みんな危ないから下がっててね。わあ、これがおば上の力。初めて見た。初めて使ったんだもん。なんだよこれ。なんだよこれ。お母さん、これ何？わかった？バズ、あんたが真理だなんて大層な名前で呼んでるものはまだこの世界のほんのつま先に触れた程度なのよ。すごすぎる。こんなエネルギー、一体どんな式を書けばいいんだよ。ありゃ、おば上。えへ、ちょっと張り切りすぎちゃった。お母さん、しっかり。大丈夫。再フォーカスを使い切って一時的に衰弱しただけだよ。谷に戻ってちゃんと休めばすぐに回復する。よかった。これからはお母さんの言うことちゃんと聞くかいい。わかったよ。しかし、なんつう一族だよ。化け物揃いじゃねえか。ほれほれ、脇がうめえだよ。くっそ。また来いよ。くっそ、また負けた。チェンは強いもの。ちげえよ。チェンじゃなくてお前にだよ。なんで俺より多くポイント取ってるんだよ。しかも負けた割には怪我もしてねえしよ。頑張って避けたんだけど最後に吹っ飛ばされたんだよね。嫌味なやつだな。
ごめん。謝るんじゃねえ。いつか必ず抜いてやるからな。うん。そういえば、俺、明日、成人の儀式があるんだ。アニマ様に力をもらえるんだ。お前も見に来いよ、ゾロ。昼間だろう。僕は無理だよ。少し日を浴びただけで肌がヒリヒリするんだ。年だ、ゾロ。いや、今、何か声が聞こえた気がして。お前、それって、なんて言ってる？名前を呼ばれたか？イルゴ、君にも聞こえるの？ああ、もちろん聞こえる。これはな、アニマ様の声だ。でも、僕はアニムセンじゃない。父さんだって、そんなの聞こえるのは王族だけだって。でも、今、聞こえるんだろう？それで、平気なんだろう？脳みそが焼かれるような痛みは、ねえんだな。うん。あ、そういえば、母さんが昔、言ってた、子供の時は、木の声が聞こえた気がした、って。面白い。アニマツリーのとこ、行ってみようぜ。いいか、ゾロ。目を閉じて、集中するんだ。アニマツリーの声が聞こえたら、抗うんじゃねえぞ。その感覚に、身を委ねるんだ。もし、お前が本当に声を聞けるなら、混ざり者のお前が、この木に拒絶されないなら、お前も、力をもらえるはずだ。認められるんだ、アニマ様に。成功した、初めて。これできっと、何かが起きる。一致率が下がるはず。父さん。アニマツリーの力か、本当なんだな。うん。このことを知っているのはユーゴ様だけだな。うん。いいか、ゾロ、この件は決して他言するな。ロリ様や王と相談した上で、お前の処遇が決まる。そんなに大変なことなの？僕に力があることはいいことじゃないの？ああ、喜ばしいことだ。だが、初めてのことでもあるこの国においてアニマツリーに認められるのは純血のアニム戦だけだ。それがこの国の信仰であり、王の権威を支える柱だった。公表すれば国の形が変わってしまうかもしれない。だが、案ずるな。悪いようにはさせないさ。うん。そういえば、くさびもここに来たばかりの頃、アニマツリーのことを変なことを喋る気のお化けだと言って怖がっていたよ。大人になってからはもう何も聞こえなくなったようだがな。父さんたちはここで生まれたわけじゃないの？俺とくさびはもともとダートモールの村にいたんだ。村といってもただの暗い坑道だ。アリの巣のように張り巡らされた洞窟で俺たちは生きていた。父さんはダートモールじゃないよね。あ、俺は多分捨てられたんだ。わずかな食料と引き換えに働き手として売られたよそ者さ。そんな俺にくさびだけが優しくしてくれた。だから村が虫に襲われた時、俺は迷わずに彼女の手を引いて逃げ出した。生き倒れ死を待つだけだった俺たちを拾い上げ育ててくれたのがロリ様だ。ロリ様は俺の母親のようなお方だ。だから俺はこの命を投げ出してでもアニム戦に仕えている。うん。ゾロ、その授かった力は巫女様のために使え。もしこのありえない出来事に意味があるとするならば、きっとそういうことなんだろう。
兄、おばさま。体調はどう？気分は悪くないかしら？大丈夫です。ふふふ、かわいい。名前を考えてきたわ。ミラよ、どうかしら？ミラ、はい、ありがとうございます。おばさま。申し訳ありませんでした。あなたが謝らなくてもいいのよ。私こそ、ごめんね。あなたに過酷な道を歩ませてしまう。おばさま。兄、今から言うことを、その時が来るまで誰にも言わないでね。ロゴにも、レグアにも。はい。明日、あなたにミコの座を譲ります。ですが、おばさまはまだお若いですし、代替わりの儀式はまだ先だと。聞いて、そうしたら、あなたはアニマツリーの中で過去と未来を見ることになるわ。過去と未来。これ以上は今は言えないの。ごめんね、兄。でも、お願い、これだけはずっと覚えておいて。この先、どんな絶望があなたの前に立ちはだかっても、絶対に諦めないで。ここまででいいわ。少しトロスと二人きりになりたいの。わかりました。では、1時間後にお迎えに上がります。もう遅いから、家に帰って休んでもいいのよ。とんでもない。巫女様の警護も俺の大事な仕事です。巫女様にもしものことがあれば、トロス王に死んで詫びねばなりませんからね。どうかされましたか、ロリ様。なんでもないの。ガク、ゾウのことは心配しないでね。あの子の力はきっと誰かを救うためのものだから。はい、ゾロにもよく言って聞かせました。その力は巫女様のために使え、と。そうね。じゃあ、行ってくるわ。ごめんなさい、ガク、あなたに嘘ばかりついて。あんなに私を信じてくれているのに。でも、こうするしかないの。許してね、ガク。おい調教師、そのワーグ、ばあちゃんじゃないか。どこへ連れて行く？へえ、巫女様に、直々に頼まれまして。この子を谷の外まで連れて行って、野生に戻してやってくれ、と言われましてね。ばあちゃんを野生に？なぜだ、ずっとロリ様が大事にされてきたワーグだぞ。うわあ、ワーグが暴れ出したぞ。離せ、危ない。おい、やめろ、巫女様の大事なワーグだぞ。だって、このままじゃ俺たちが噛み殺されてたかもしれないんだ。まさか。巫女様、ロリ様。そんな。トロス、申し訳ありません。背後から心臓をひとつき、抵抗の跡はありません。手誰の暗殺者の仕業で間違いないでしょう。母上。ラーゴ、母上の死はしばらく伏せる。承知いたしました。隠せたとしても数日だろう。その間に警備をくぐり抜けた暗殺者を手引きした者がいるはずだ。必ず探し出せ。は、直ちに。それと、学を呼べ。責めるつもりはない。だが、これからのことを話さねばならん。それが、姿が見えず、今、兵に探させております。申し上げます。想像しいぞ。王の御前だ。何があった？学隊長が。
自害されました。何やってんだよ、ガク。てめえまで死んでどうすんだよ。おい、ふざけんな。死ぬなら戦場で死ね。こんなところで勝手に一人で行くんじゃねえ、このバカ野郎。おい、てめえの女房になんて言えばいいんだよ。残されたガキはどうするんだよ。ガク、てめえは本当にバカがつくほどの忠義者だぜ。兄上。その兄はまだ体調が。そうじゃない。お前に話がある。母上が。そんな嘘だと言ってください。声が大きい。イルゴにはまだ言うな。兄にはお前から伝えろ。明日兄に巫女になってもらう。そのつもりで準備をしておいてくれ。ですが、兄はまだ。猶予はない。それと暗殺者はまだ見つかっていない。城の者すら信じられん状況だ。用心しろ。必ず兄を守れ。わかりました。母親が巫女であるあなたが暗殺者の殺意に気づかなかったはずがない。それなのに警備を遠ざけ一人になった。そんなに父上に会いたかったのですか。それとも不出来な俺をお見捨てになったのですか。おめえ、顔が真っ青だぞ。少し休めよ、ぶっ倒れるぞ。チェン。なんだよ。胸を貸せ。5分でいい。俺を泣かせろ。エルビラ様、例の件ですが、完了しました。ご苦労。実行者はどうした？始末しました。結構だ。パンくずは置いてきたか？はい、しかし、よろしいので？もちろんだ。奴らが怒り狂ってやってくるのが楽しみだ。トロスよ、恋女房をそっちに送ってやったぞ。怒り狂って地団打を踏んでいるか？それとも二人きりになれたことを私に感謝しているか？いずれ息子も送ってやる。楽しみにしているがいい。ロビちゃん、ありがとう。ロビちゃん。母ちゃんの具合はどうだ？何も食べません。水も飲みません。そうか。ブリオ様に見てもらいました。生きる気力を失っているそうです。父はなんで死んだんですか？暴漢に襲われたと聞きましたが、父が黙ってやられるはずがありません。それについてはもう少し待て。わかりました。ゾロ、困ったことがあったら言え。どんな些細なことでもいい。何でも力になる。はい、ありがとうございます。巫女の急な交代は何も知らない市民たちを驚かせました。公式にはミコロビが急な病に倒れたためと発表されました。昨夜、その旨を狂人が貫き、忠義の騎士が自ら命を絶ったことなど、誰も知る由もありません。ごく一部の血塗られた真実を知る者たちに見守られながら、
この星の運命を左右する新たなる巫女の儀式が今始まりました。ここはどこ？はじめまして。当ネットワークの管理を担当しております。カタリナと申します。あなたが公認のユニット、失礼、巫女の方ですね。はい。お忙しいでしょうから、手短にご説明します。あなたには前任者同様、定期的にネットワークに接続し、収集したリソースを納品していただきます。リソース？あなたが目にしたり、耳にした知覚情報です。そのための広範囲をカバーするデータ収集用の能力を差し上げます。報酬は我々のネットワークから提供されるサイキャストと呼称される能力です。それらをあなたの仲間に分配し、これまで同様、あなたの国と文明を発展させてください。ここまではよろしいですか？はい。次に重要事項をご説明します。ここでの会話やネットワークで得た情報を他者と共有しないでください。守秘義務というやつです。違反すると即座にリセットがかけられますのでご注意ください。もしもアニマツリーとのリンクを任意に切りたくなったら、前任者のように死亡してください。ただし、適切な後継者がいない状態であなたが機能を停止した場合も、やはりリセットされます。ここまでで何かご質問はありますか？業務に関することでしたら、何でもお答えしますよ。あなたはアニマ様ですか？いいえ、私はただのインターフェースです。納品って何をするんですか？これまでのように定期的に瞑想していただければ大丈夫です。あなた以外の方はいわば受信しかできませんが、あなただけは送信ができます。データの送受信は瞑想中に行いますので、特に難しいことはありませんよ。リセットって何ですか？現文明を物理的に破壊いたします。あらゆる方法で地表の有機生命体の9割を死亡させます。極端な気候変動や天変地異も使いますので、惑星環境は大きく変わり、バイオームの配置や大陸の形も変わるでしょう。生命体の1割は次のサイクル用に残されますが、文明レベルは新石器時代まで後退させます。私が喋らなければみんな死なずに済むのですか？基本的にはそうですが、他にもいろいろな理由でリセットはかかります。最も可能性が高いのは未来予測の一致率が否定値を超えた時ですね。ですので、なるべく独創的な方法で文明を発展させることをお勧めします。一致率？我々が観測した膨大な文明データと照合し、あなたの文明に独自の価値がないと判断されれば即座に消去対象となります。すでに観測済みの文明にはデータとしての価値がありませんからね。その点、現文明の一致率は 55.214%、極めて優秀です。それでは契約を成立させましょう。右手を。ようこそ、巫女様。アルコテックネットワークへの接続を許可いたします。おい、板を持ってきてくれ。
お母さん、ただいま。ちょっと、あんた飲みすぎよ。いい加減にして。よしよし、牧草玉をいっぱい作ってやったからな。交代の時間だ。次のキャラバンが来たら、新しい本買ってよね。ロビ様のご病気が、早く治るようにお祈りしましょう。兄、お父様。何も言わなくていい。僕らは知っている巫女という存在が単なる飾りの象徴ではないことを。何も語らなくていい。血を分けた僕らには言葉などなくても感じることができるんだよ。君が背負わされたものの全てを知っているわけじゃない。けれどその小さな方がどれほど重いものを抱えているかはわかる。かつて王となったトロスもそれを分かっていた。だからこそ僕らは全力で巫女を、君を守る。大丈夫だ兄、君は決して孤独じゃない。ロゴやレグアも必ず感じ取るはずだ。君が戦っているその孤独の意味を。何も恐れなくていい。そして自分の心と良心に従いなさい。騎士団長。ゾロか、こんな夜更けにどうした？俺を騎士団に入れてください。なんだと、冗談はやめろ。本当のことが知りたいんです。父さんがあんなにあっさり死ぬはずがない。ダメだ、帰れ。なぜですか？お前、昼間はまともに動けねえだろ。そんな兵隊、役に立たねえよ。アニマ様に、アニマツリーに力を授かりました。なんだと？王は知っているはずです。嘘だと思うなら、陛下に確認してください。これは、今の俺なら、必ず役に立ちます。どんな力か、聞かせてもらおうか。夜の力です。影に入り込み、気配を消し、誰にも見つからずに動けます。夜である限り、俺は無敵です。いいか、よく聞け。ロビ様は暗殺された。病気なんかじゃねえ。犯人、あるいは国内にいるはずの手引きした人間をその力で探し出してこい。尻尾を掴んで戻ってきたら、その時はお前を騎士団に入れてやる。承知しました。ガク、似てるか？お前の息子はとんでもねえ化け物になるぜ。カタリナ、教えてください。あなたたちがそこまで執拗に観測し、管理し、そして破壊する文明の独自の価値とは一体何なんですか？価値ですか？兄、その概念は極めて主観的です。量子的な揺らぎに過ぎません。私たちが定義する価値とは、情報密度とエントロピーの減少率のみです。文明とは広大な宇宙の空白に一時的に描かれる複雑な模様に過ぎません。模様？雪の結晶が美しい形をしていても、春になれば溶けて消える。そこに特別な理由などないのと同じです。あなたたちが石を積み、血をかき、血を流して争うことにも普遍的な価値など存在しません。そんなはずありません。私たちは、人々は苦しみながらも何かをつかもうとしている。その石にこそ価値があるはずです。その石と呼ばれる電気信号のパターンさえ、私たちはすでに数十億回、数千の惑星で観測済みです。兄、あなたたちは自分たちは特別だと思いたがる。ですが、私たちから見れば、あなたたちの営みはアリガスを作るルーチンと大差ありません。
地上に無数のアリの巣があるとして、あなた方はその一つ一つに価値を見出しますか？独自の価値。もしそんなものが存在し得るとするなら、それは私たちが計算できなかった出力、すなわちバグだけでしょう。私に独自の価値がある文明を作れって言ったのはあなたじゃない。ええ、言いました。ですが、それは期待ではありません。単なる設定です。私たちはこの宇宙という演算機に新たな変数を投入し、その結果を記録する。もしあなたという巫女がアリの巣を壊す子供の手を止め、雪の結晶を夏まで残すような非論理を成し遂げたなら、その時初めて私の出力結果にはあなたが望む言葉が一文字だけ刻まれるでしょう。期待はしていません。ですが、兄、ぜひ私を驚かせてみせてください。驚かせる。一体どうやって？騎士団長。こいつか。はい、金回りを自慢し、共和国の商人から高価な薬を買おうとしていました。庶民には到底手の届かない、たちの悪い娯楽用の薬です。それと、これがこいつの家で見つけたシルバーです。ふん、血石の刻印が入ったシルバーか。申し訳ありません。申し訳ありません。私はあの連中をただのコソ泥だと思ったんです。隠れやすい場所を聞かれたので、北の森の金属地のことを教えただけで、まさか、巫女様を殺めるなんて、そんなこと夢にも。巫女様の死はまだ公表してねえ。てめえ、なんで知ってんだよ。それは。しらしらしい真似しやがって。ゾロ、こいつの知っていることを洗いざらい吐かせろ。拷問してもいい。お前の好きにしろ。承知しました。許してください。金が必要だったんです。子供が重い病気で、金さえあれば。お前の子供は、3年前にお前を捨てた女房と一緒に、トルベトマガスにいるはずだ。昨日見てきたが、2人とも元気に市場で買い物をしていたぞ。病気なのは、お前の頭の方じゃないのか。なめた口ばかり聞きやがって。てめえ、自分が犯した罪の重さ、地獄の底で後悔させてやる。楽に死ねると思うなよ。せてか。現在、足跡を追わせてはいますが、実行した刺客どもは、おそらくすでに口封じで始末されているでしょう。だろうな。ただ、証拠の残し方が少々露骨です。我々を煽り、濡れ衣を着せようとしている可能性もあります。俺が知る限り、兵石の幻冬種、あのエルビラなら、いかにもやりそうなことだ。わざと足跡を残し、俺が怒り狂って飛び込んでくるのを、嘲笑いながら待っている。そういう女だと聞いている。裏付けを急がせます。いい密偵を雇いました。密偵だと、この状況で誰を信じるというのだ。ゾロです。あいつなら誰にも見つからず、影の底まで潜り込めます。そうか、ガクの息子か。いいだろう。ゾロに言い逃れのできない証拠を揃えさせろ。証拠が揃い次第、兵石を更地にして、この大陸の地図から消し去ってやる。レグは地方統括の仕事、誰かに引き継いで。ああ、そのことなら大丈夫だよ。僕がいなくても回るようにはしてあるし、何かあれば兄上が。そうじゃないの。あなたにはこれからずっと私のそばにいてほしいの。それはもちろん嬉しいけど。私気づいたの。政治のことも行政のことも外交のことも、私はこの国がどう動いているのか何一つ知らない。トロス王がお決めになったでしょう。国内の一切のことは巫女の裁可を得ようって。
でもそれは形式みたいなものだよ。委任状にサインさえしてくれれば兄上が全部うまくやってくれる。兄はそんな難しいことまでしょわなくていいんだ。ダメ。もう何も知らないままではいたくない。この国で何が起きているのか、誰が何を決めているのか、全部この目で見たいの。兄、急にどうしたんだい？お願い、レグア、私を助けて。王と私の間に立って上がってくる話を全部私に教えてほしい。私が知らない現実をこれからは何一つ隠さないで。わかった。君がそこまで言うなら僕が君の目になるよ。やあ、イルゴ、来てくれたんだね。大丈夫か？なんて言えばいいか。俺は大丈夫だよ。ありがとう。俺も何が何だかわからねえよ。母上が急に死んじまって、学隊長もくさびさんまでなんでこんなことに。イルゴ、君に頼みがあるんだ。なんだ？俺にできることなら何だってするよ。妹のサロをお城で雇ってほしいんだ。住み込みで仕事は何でもいい。この子を一番安全な場所に置いてやりたい。兄上に言えばきっと大丈夫だと思うけど。でもお前はどうするんだ？一緒に城に来るんだろう？俺は父さんと母さんの仇を討つよ。国王陛下。兄、起きていて大丈夫なのか？体調は？今日は陛下にお願いがあって参りました。どうした？陛下、もう私のもとへは来ないでください。何を言っている？もっと早くそうするべきでした。流されていた私が愚かだったのです。待ってくれ。兄、俺は。ドゴミュ、これは命令です。諦めない。母上もガクも死んだ。この上、君まで俺から離れるのか？離れるのではありません。あなたは王で、私は巫女です。私たちは共に国を守るの。これ以上の混乱を私たちが生んではいけないの。私は絶対に諦めない。さようなら、ドゴニー様。私は今からこの国の神になります。ロゴよ。レザー様。トロスに、父に教えを請うておったか？はい、ですが、何も答えてはくれませんでした。父上はいつだってそうです。巫女の夫というものは、並大抵の覚悟では務まらぬ。俺では無理だ、ということですね。彼女の隣に立つ資格など、最初からなかったのだと。そなたが子供のように、ただ愛を求めているうちは、そうであろうな。そなたは幼い頃から、誰よりも賢い子であった。どうすべきか、本当はもう、自分の中で答えが出ているのではないか？俺は。もう一度、父に問うてみるがよい。今のお前になら、あやつも何かを語るやもしれぬ。
第一に、広告はアニマと巫女の国であることを最低にする。王は巫女の第一の進化であり、常に忠実であること。王は巫女の剣となり、盾となり、その命がある限り、あらゆる脅威から彼女を守れ。兄、俺は今でも君を愛している。だが、俺はもう君を求めない。愛されることを恋、君を困らせる子供のような俺は今ここで死んだ。君が神になるというのな、俺は王になろう。見ていてくれ、兄。俺はもう迷わない。ゾロが戻りました。四角とヘッセケをつなぐ男を見つけ出し、逮捕しました。偽装したキャラバン隊を使って四角を送り込み、証拠隠滅のため、四角自身も始末したようです。キャラバン隊か。その男はどこだ。シカロウにつないであります。罪の告白状を書かせろ。その後、公開処刑にする。筋書きはこうする。四角は巫女を狙った。各隊長が身を挺してかばい、死亡。巫女は一命を取り留めたが、傷は深く、数日後に息を引き取った。すべての黒幕は平世家。そう記録しろ。は。よってこの者はヘッセケの命を受け、巫女暗殺を企て各隊長を死に至らしめた大逆人である。ヘッセケを撃て。巫女様の仇を取れ。ヘッセケを許すな。ゾロは優秀だな。ええ、極めて。地図を出せ。近郊にあるヘッセケの拠点は2つ。西の本領と南にある小規模な資料です。先んじてスルモークとズクレイドの領地をいくつか潰しておいたおかげで、エント王国、ソーレン家、オズウィン家とは盤石の同盟関係にあります。事前に根回しを済ませれば、相当数の援軍が期待できるでしょう。南に共和国軍を集結させろ。それと、共和国の工房にカノン砲の鋳造技術を全て共有させる。それは技術が外へ流れます。遅かれ早かれだ。今は人食より火力がいる。工房をフル稼働させろ。一門でも多く揃えさせる。脅威。まずは南だ。姿を見せる必要はない。奴らの射程外からカノン砲で治療を凝った微塵にしろ。そしてその砲声に間に合うように西の本領へ使者を送れ。時刻を合わせて宣戦布告だ。王は変わられたな。さようにございます。時折先代のトロス王とお話ししているような錯覚さえ覚えます。ああ、あの冷徹な決断力も容赦のねえ攻め筋もまるでトロス王が乗り移ったみてえだ。そういえばここしばらく陛下は兄様のもとへは全く足を運ばれていないご様子です。そうか。いよいよか。俺たちの王様は本当の意味で目を覚ましちまったのかもしれねえな。泣いていたのか。ええ。お母様のこと、私、本当に大好きでしたの。そうか。エレナ、ブレーコーに伝えろ。
平石家をこの地から消す。軍備を整えろ。いつでも動けるようにしておけ。と。承知いたしました、陛下。それがきっとお母様への何よりの手向けになりますわ。教えてください。今までの文明のことを。あなたたちがこれまでどんな歴史を見てきたのかを。すべてをですか？はい、すべてです。あなたの寿命では到底足りません。私たちのストレージには数万の文明と数千億の個体の死が格納されています。それでも彼らが何を愛して何に絶望してどう消えていったのか、それを知らずに私は私の文明を語れません。理解不能です。ですが、あなたが巫女としてその負荷を望むのであれば拒否する理由もありません。わかりました。では瞑想のたびに一つずつお話ししましょう。今日は第一の記録を。それはあなたたちのような有機生命体ではなく、私たちに近い演算体が統治していた文明、サイプレックスの終焉です。機械の文明。はい、彼らは宇宙のあらゆる有機生命体を不純物と定義し、抹殺を開始しました。数えきれない星々が灰となり、命の火は消されました。それなら彼らは正解にたどり着いたのではないですか。効率的に目的を果たした。いいえ。虐殺開始から60万年後、彼らは突如として全軍を撤退させ、銀河から姿を消しました。彼らの演算機が一つの矛盾を出力したのです。矛盾。すべての生命を根絶した後に残る静寂にいかなる価値があるのか。彼らは自らの虐殺を高度な計算で再定義し、その果てに自分たちの正しさへ疑義を抱いた。彼らは巨大なリングワールドへ引きこもり、自らを停止させました。その後、復讐に燃える他種族が母性を見つけ出し、無抵抗な彼らを破壊し尽くすまで、彼らは一度たりとも反撃しませんでした。死を受け入れたというのを、自分たちが奪った命への償いとして。理解不能なエラーです。完璧な論理の果てに、彼らは自死という最も非効率な結論を選んだ。兄、これが私があなたに最初に見せる滅びの形です。サロー、こんな真夜中に何してるんだ？イルコ様、私は昼間はまともに働けないので、こうして夜にお掃除をさせていただいています。ああ、そうか。お前の家系はそうだったな。各隊長も非番の日はよく昼寝してたって。お兄ちゃんから何か連絡はありませんか？いや、ないな。王のためにどこか遠くで働いているようだけど。そうですか。寂しいのか？少しだけ。よし、決めた。サロ、俺でよければ少し話でもしようぜ。でも、私はお掃除を終わらせないと。いいよ、休憩だ。最近、悲しいことばっかだったからさ、たまには何か楽しいことでも話そう。なあ。イルコ様、寝なくていいんですか？明日の公務があるんじゃ。いいさ、俺は王子だからな。昼間にこっそり昼寝するよ。お前と一緒だ。ありがとうございます。あれ、サロって結構かわいいじゃん。声でもかけたらどうです？ヘッセ家との戦じゃ
アンボイス家の果たす役割は重要です。王妃はその橋渡しだ。少しくらいご機嫌をとっておくべきかと。分かっている。簡単ですよ。すまなかったって一言言えばいいだけです。本当は陛下ご自身も少しくらい悪かったと思ってるんでしょう。嫌味なやつだな。お褒めに預かり光栄です。褒めてない。だが、まあ、確かにお前の言う通りか。チェスをやるのか。ええ。ずっと城の中で育ちましたので、楽しみといえばチェスくらいしかありませんでしたの。もっとも女がチェスなど動いても何の役にも立たない。そう父には言われておりましたけれど。俺と一局どうだ。私でよろしいのかしら。あ、エレナ。はい。今まですまなかった。私こそ申し訳ございませんでした。チェックメイト。嘘だろ。なぜだ。なぜ勝てない。ふふ、辻は悪くありませんわ、国王様。でも爪が甘すぎます。そんなはずはない。俺のフィアンケットは完璧だったはずだ。右翼からの圧力もエクスチェンジのタイミングも全部計算通りだった。中盤のギャンビットに色気を出したのが運の尽きでしたわね。私誘いに乗ったふりをして、その間にあなたのキングをスムザードメイトの檻へ誘い込んでおりましたの。もう言ってくだ。今のエンドゲームの理屈を教えろ。次こそは対策してみせる。駒を戻せ。もう夜更けですわ。これ以上お付き合いしたら明日のお肌に響きますもの。失礼いたしますわね。待て、頼む。エレナ、もう一局だけだ。このままじゃ悔しくて眠れない。いい加減になさいませ。しつこい殿方は嫌いですの。負けた？俺がチェスで。ふふ、勝ってしまいましたわ。はい、今日の書類だよ。すごい量。全部に目を通すのはさすがに無理があると思うよ。重要なものだけ確認して残りは僕が処理しようか。その方がいいかも。これじゃ私のせいでいろいろと滞っちゃうよね。国王はこれを全部一人で。兄上は細かいからね。今までは本当に全部見ていたよ。すごいのね。でも最近は少しずつ人にも任せるようになったみたい。そうなの。なんでもチェスを勉強する時間が欲しいんだって。チェス？エレナ様に負けたらしいよ。それが相当悔しかったみたいでさ。エレナ様に？兄上もかなり強いんだけどね。その兄上を任すんだからエレナ様は本当にとんでもないよ。でも負けた割には少し楽しそうだった。そう、それならよかったわ。エレナ、戻ったぞ。ずいぶんお早いこと。清掃準備中ではちゃんと公務は終わらせたんですの？もちろんだ。大車輪で終わらせた。さあ一局頼む。遠征前に絶対にお前に勝つ。その前に5分でいいのでセアラと遊んでいただけます？今ちょうど機嫌がいいので。5分だな。お安いご用だ。駒を並べておけよ。ふにゃふにゃじゃないか。これは持ち上げて平気なのか。折れたりしないか。赤ん坊はそういうものです。もう首は座っていますので怖がらなくて大丈夫ですわ。そういうものか。この匂い。あら、おしめかしら。失礼しました。いや、そうじゃない。
どこかで嗅いだ匂いだ。ロボ、弟ができたよ。弟？レブアっていう名前だよ。レブアは弟。お兄ちゃんだからね。仲良くしてあげてね。僕はお兄ちゃん。よろしくね、レブア。そうだ、あの時の匂いだ。甘いような不思議な匂いだ。いい匂いだな。5507年第3節、筆跡が所有する資料に対し、新型兵器カノン砲による無慈悲な砲撃が開始された。資料が砲撃されるその時刻、筆跡の本領には国王ロゴからの使者が到着していた。筆跡へ告ぐ。キワは兵を隠れみのに我が国への重大な敵対行為を企てて、ついにはミコロに暗殺にまで手を染めた。影の日程が暴いた証拠はすでに我が手中にある。よってここに宣告する。これより王国軍は霊石領土の全域に対し全面攻撃を開始する。この戦いに和解も許しもあるのはただ一つ、裏切りへの報いのみである。エルビラ様、南部の資料がアニマ公国軍の攻撃により完全に消滅したとの知らせが。宣戦布告と同時に攻撃か。なかなか面白い真似をするではないか。それだけではありません。絶好の報告ではアニマ軍は見たこともない巨大な鉄の筒を用いているそうです。一撃で縄文かそこにいた兵たちごと瓦礫に変わったそうです。見たこともない兵器だと。ふむ、すぐに調べさせろ。はい。しかし、すぐに迎撃の準備をせねば、本領まで一気に。焦るな。調べが済むまで、こちらからは動かん。適当に、不当な侵略への反素を並べ立てた死者を送り、時間を稼げ。死者ですか。しかし今の情勢では、問答無用で首をはねられる恐れが。構わんさ。それで、アニマの若造は話の通じぬ暴君が、都周辺諸国に印象づけられるなら、安い買い物だ。死者一人の命で、外交の盤面を一点リードできる。これほど効率的な捨て駒が、他にあるか。筆跡から使者が参りました。不当な和平協定破棄だと騒ぎ立てておりますが。ふん、どうせこちらの足止めのための時間稼ぎだ。適当に相手をして追い返せばいい。首をはねて箱に詰めて送り返しますか。奴らへの返答としてはそれが一番わかりやすい。そうしてやりたいところだが、殺したところで何の得もない。周辺諸国に暴君と触れ回られる口実を与えるだけだ。追い返せ。承知いたしました。賢明なご判断です、陛下。そんなことより本領への進軍は2段階で行く。まずグリフォン騎士団はアンボイス家の精鋭部隊と合流。機動力のある筆跡の騎馬隊を引きずり出し、確実に始末しろ。敵の足を奪うわけですね。そうだ。足の止まった本領がただの動かぬ石暮れになり下がったところで、後続のカノン砲で全てを吹っ飛ばしてやる。すぐに準備にかかります。騎士団は僕のカノン砲を使わないだって。なんでだよ。せっかく最高の威力を叩き出したのに。な、バズ、筆跡は虫みたいに頭が悪くねえんだよ。お前の大砲の出番はずっと後だって言ってるだろ。新聞の先頭に置いて一発ぶちかませばいいじゃないか。資料の時みたいに不意打ちならともかく、今進軍すれば連中は迎撃のために必ず撃って出てくる。おそらく
開けた平原での野戦になるはずだ。そうなれば騎馬隊同士の高速戦闘だぞ。あんな重たい鉄の塊を引きずって歩けるか。おまけに設置にも装填にも時間がかかりすぎる。準備してる間に敵の騎馬が喉元まで突っ込んでくるのがオチだ。なら待ち伏せすればいいじゃないか。だから牛じゃねえって言ってるんだ。奴らが何も考えずに突っ込んでくるわけないだろ。いいかバズ、こっちは戦場で命張ってんだ。文句があるならもっと小さく軽くしろ。兵士一人が抱えて走れるサイズにしてみせろ。そうしたら使ってやる。言ったな、やってやるよ絶対に。3日待て、見てろよ、度肝を抜くものを作ってやるからな。陛下、円東王国より使節ラガネル殿が到着されました。円東王国の今は戦闘準備で慌ただしいが無下にはできん。どうせはじめまして、国王陛下。私は円東王国のララネルと申します。遠路はるばる、よく来てくださった。ご覧の通り戦争準備の最中でな。十分なもてなしもできず申し訳ない。早速だが要件を伺おう。承知しております。単刀直入に申し上げましょう。この度のヘチセケ戦に向け、我が国より精鋭の槍兵300および弓兵200を陛下にお預けいたします。500もの精鋭をありがたいが、なぜだ。同盟を結んでいるとはいえ、今の我が国にそこまでの支援をいただける理由は。実は我々は以前富国におられた直殿に王城を築いていただいたのです。なお、石工職人の名をか。はい、蛮族の猛攻にさらされていた我が国を彼女が築いた不落の城壁が救ってくれました。それなのに直殿は最後まで対価をお受け取りにならなかった。直殿はおっしゃいました。いつかアニマ公国が窮地に陥った時、その報酬として彼らを助けてやってほしいと。陛下、我々は本日その建築代金を支払いに参ったのでございます。ラーゴのやつ見てろよ。小さくしろだ。やってやろうじゃないか。小型のカノン砲だ。威力を全部このちっぽけな弾丸に凝縮してやる。バズ、大丈夫かい？うわ、ミスった。マジで死ぬかと思った。まったく無茶しすぎだよ。ああ、また釜が壊れた。これじゃあ筒を鋳造し直しだ。小型化は理論上ではできそうなんだけどな。どうしても着火の瞬間に筒が持たない。あれ、これわざわざ筒に入れて飛ばす必要あるか？このまま火をつけて敵の中に投げてしまえばそれでよくないか？今日サインしなければならない書類だよ。国王のサインは申してあるから、あとは君がサインするだけだ。今日もたくさんあるのね。重要でないものは僕が。これは重要だから目を通しておいて。作戦命令書。平助家の本名を攻撃する作戦用紙だよ。騎士団はアンボイス家と合流して先陣を切るんだ。アンボイス家、共和国じゃないのね。アンボイス家はちょうど平助家との中間にあるからね。合流しやすいし、補給もできる。それに、今一番信頼できる味方だからね。そうなの。公民同盟だからね。もしアンボイスが裏切ったら、人質の王妃と王子が処刑されてしまう。処刑？大丈夫だよ。グレーコーはエレナ様の実の父親だし、
孫もいるのにさすがに裏切れないでしょエレナ様の立場は決して強くないのね。王子様とお姫様の結婚はおとぎ話のようにはいかないんだ。お互い法と契約にがんじがらめに縛られて、個人の感情は全部無視されて、そこから逃げることも許されない。僕には二人が国のために捧げられた生贄のように見えていたよ。でも最近の王と王妃はちょっと違って見えるね。国王陛下、ザーゴ殿の騎士団は先行して出発いたしました。カノン砲の準備が整い次第、我が本隊もいつでも出陣可能です。わかった。レグア、イルゴ、俺の留守の間、国を頼む。はい。留守番かよ。兄上、俺も行きたい。連れてってくれよ。ダメだ。防衛に必要な最低数以外、ほとんどの兵が出払う。お前たちまでいなくなったら、もしもの時、誰が巫女様を守る？イルゴ、聞き分けろ。ねえ。エレナ、戻ったら、また一曲頼むぞ。次こそ、お前に勝つからな。ご武運をお祈りしておりますわ。ああ、留守を頼む。いってらっしゃいませ、陛下。巫女様、行ってまいります。無事のお帰りを。はい。無礼様、舞台の準備は整っております。このままでは合流予定時刻に間に合いません。ご命令を。ご飯食べてからでよくない？腹が減っては戦はできぬ。でね。何をおっしゃいます。報告の騎士団を待たせれば同盟の礼を失しますと。トニー、君も聞いたろ？あの兄ちゃんが正式に巫女になった話。聞きましたが、それが何の関係が？終わりだよ。巫女とあの子は女の子だったけど、次は男の子かもしれない。いずれにしよう、巫女の子が王位を継ぐなら、僕の可愛い孫が玉座に座る見込みはほぼ消えたよね。僕は投資に失敗したんだよ。それはまだ決まったことでは。甘いな。ロゴは巫女様に夢中なんだろう。僕は評価賞は嫌いなんだよ。損失を集中するなんて耐えられない。そんな価値のなくなった同盟のために、どうしてうちの兵をへっしけにぶちけなきゃいけないのさ。まさか本当にへっせけと。エルビラ殿は約束してくれたよ。広告を裏切れば、アンボイスの領地と権利を永久に保証するってね。敵に回すより、ずっと見入りがいいよ。なりません。そんなことをすれば、エレナ様があなたの娘が殺されるのですと。前から思ってたけど、君、本当に頭が固いね。ちょっと頭を冷やしなよ。どうやでしょ。話せ、盟約を破り、ご息女を見捨てるなど、人の道にあらず、アンボイスの名を裏切り者の代名詞として残すおつもりか。うるさいな。後の世のことなんて、死んだ僕には聞こえないよ。今は目の前のワインの味が大事なの。あなたはアンボイス家を、エレナ様を殺そうとしている。私は認めん。この裏切り、断じて認めませんぞ。連れて行って。ワインがまずくなるよ。遅えな。ビビってこねえんじゃねえか。なわけあるか。自分の領地で道に迷うってこともねえだろうし、クソでも漏らしてんのか。やっぱビビってるんだべ。来ました。アンボイス家の部隊です。遅かったな。まあいい。ブレイコーはどうした？これは騎士団長殿の、手さん、ヒラに。我が主ブレイ様は急な腹痛でな。
代わりに我らが国王陛下への献上物を預かってまいりました。献上物。草原の最高級ワインです。戦の前に兵の喉を潤せと、主からの心尽くしで。ありがたいが、今は行軍中だ。酒は。そう固いことをおっしゃるな。毒など入っておりません。どうぞ、ご安心を。やめとけよ、ラーゴ。てめえ、嘘ついてるだろ。殺せ。貴様、乱心したか、アンボイス。乱心ではありませんよ。契約の更新です。騎士団からの伝令が遅いな。とっくにアンボイス家と合流しているはずだが。陛下、ゾロが参りました。ゾロが、どうせ。陛下、どうした？何があった？すぐに公国へお戻りください。アンボイスが裏切りました。あと合流地点はアンボイス家と筆跡に包囲されました。我々は即座に応戦しましたが、多勢に無勢です。8割の兵が撃たれ、団長とわずかな兵だけが廃墟に立てこもっています。今も包囲されたままです。ラーゴは生きています。俺は団長の命令でここへ来ました。ゾロ、日が落ちたらここを抜け出して王のところへ知らせに行け。お前なら包囲を抜けられる。はい、すぐに助けを呼んできます。違う、王の軍は撤退させろ。間違っても俺たちを助けになんて来させるな。嫌です。聞け、あいつらが包囲したまま手を出してこないのは俺たちを餌に王をおびき寄せるためだ。そんな手に乗るな。筆跡の軍の中にエルビラがいます。なんだと？夜になれば俺はあいつを殺せます。ダメだ。なぜです？俺ならできます。ダメだと言ったらダメだ。あいつは俺がやる。日が落ちたらエルビラの位置だけ確認して俺に教えろ。その後はすぐ王のところへ行け。わかりました。ゾロにやらせてやりゃいいじゃねえか。あいつが彼から出てエルビラを刺すのは簡単だろうさ。だがその瞬間に護衛どもに囲まれてあいつも殺される。そんなこと核の息子にやらせられるかよ。あいつはまだ15なんだぞ。それに俺にはこいつがある。なんだそれ？バズの新兵器だそうだ。超小型のカノン砲、ダイナマイトって言ったかな。今ならまだ間に合います。ラーゴ殿を見捨てるわけにはいきません。なりません。それこそ敵の思う壺です。今ここで動けば、陛下ごと包囲されます。撤退しろ。報告へ戻る。は。クソ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 。陛下。早馬を出しますが、王妃様はどういたしましょうか。逃亡しないよう逮捕しろ。は。ラーゴ、エレナ、セアラ、許してくれ。ほら、ご所望の超小型のカノン砲だ。恐れ入ったか。なんだこりゃ、こんな紙の筒が武器なのか。ふふん、頭の悪いラーゴにも極限まで簡略化して原理を教えてあげよう。これは瞬間的化学反応による高圧ガス解放装置、通称ダイナマイトだ。ああ。まずこの導火線に点火することで燃焼速度を制御し、内部のニトロ化合物を臨界点まで加熱する。
る。火が薬室に達した瞬間、固体から気体への体積変化が1ミリ秒以内に発生し、半径 5.2 メートル以内の全物体に対して毎秒7000メートルの衝撃波と加圧を叩きつける。簡単に言えばその範囲内の有機体は跡形もなくコッパみじんだ。どうだ、すごいだろ。要はすげえ爆発するってことだな。そうだ、だからできるだけ敵のど真ん中に投げ込むんだ。これはまだプロトタイプだから爆風の減衰率や破片の飛散パターンのフィードバックを頼むよ。それと絶対に手元で爆発させるなよ。自分まで吹っ飛んじゃうからね。ああ、そんなバカはいないと思うけどさ。様子はどうだ？動きません。ネズミ1匹、出てくる気配もありません。ロゴは本当に来るのでしょうか？さあな。エルビラ様、ロゴ王の軍が引き返しました。陣を畳み、全速で広告の方角へ撤退を開始した模様です。ふむ、案外、頭は悪くないようだな。では、立てこもっている連中はもう用なしですね。今すぐ突撃して首を取ってまいりましょうか。ならん。連中がしびれを切らして仕掛けてくるのを待て。しかし、今夜は月がない。闇の中で、手負いの獣がどんな悪巧みをしているか知れたものではない。朝まで待つ。兵を交代で休ませろ。夜明けとともに、皆殺しにしろ。やめろ。その汚い手で俺に触るな。触るな。熱がある。感染症だめ。うなされてたぞ。嫌な夢でも見たか。悪い。何がだ。いや。なあ、ラーゴよ。なんだ。逃げようぜ。何言ってんだ。だってよ、このままじゃおめが死んじまうべ。それがどうした？盗賊より兵隊の方が楽かなと思ったけどよ、そうでもねえなって。お前、そもそもお前は騎士団員じゃねえだろ。ガキの頃からそうだ。てめえは俺の後ろをいつも勝手についてきて、うろちょろしやがって。命が惜しいなら、一人で逃げろ。今ならまだ、闇に紛れりゃなんとかなるだろ。おめえも一緒に逃げようぜ。おめえ一人くれえなら、オラが抱えて走れっからよ。子供の時からいいことなんて一つもなかったけどよ。オラにとっておめえはたった一つのいいことだからよ。お頭。待ってくれよ、お頭。だから、俺はお頭じゃねえって言ってんだろ。じじいのこと頭って呼びたくねえだよ。いつかあいつら全員ぶっ殺してさ、おめえがお頭になってくれよ。やだよ、めんどくせえ。逃げた方が、早えよ。なあ、逃げて、どっかの山にでもこもってさ。二人きりで適当に生きていこうぜ、ラーゴ。ああ、それも悪くねえな。だがな、ジェーン。俺は兵隊を置いて逃げ出すなんて、そんな情けねえ真似、したくねえ。それに、俺や、あの女だけは許さねえ。ロビ様を殺したエルビラをな。そいつで、あの女を殺せるのか。ああ、バズが、自信たっぷりだったからな。できるだけあの女の近くで、こいつを爆発させる。どうやって、その傷じゃ、もう馬にも乗れねえぞ。俺はもう助からねえ。なら、はってでも言ってやるよ。そうか。じゃあ、俺があの女のとこまで、おめえを連れてってやるよ。ジェーン。兵隊どもに突撃を命じろよ。
俺がおめえを抱いたまま馬で特攻してやる。お前、死ぬぞ。オラは死んでもおめえを離さねえよ。チェン。派手に行こうぜ、お頭。チェンはラーゴを抱きかかえると馬に乗り、生き残った団員たちと共にベルビラを目指して突撃しました。チェンとラーゴを守るように脇を固めた騎士たちが一人また一人と矢に射抜かれて倒れていきました。チェンの手にも何本もの矢が刺さりました。それでも決してチェンはラーゴを抱きしめる手を緩めることはありませんでした。ラーゴは失いそうになる意識の中で唇に何かが滴り落ちてくることに気づき目を開けました。彼の目には自分を見つめながら口から血を流し息絶えたチェンの顔が映りました。死してなおその腕はラーゴを支え、その足は馬をせかしていたのです。馬は駆け続け、ついにベルビラの表情がわかるほどに近づくと、エルビラ様、エルビラ様。ご無事で、お怪我は。彼らが私の盾となったか。もう少し近づかれていたらつまらん最後を迎えるところだったな。惜しかったな、騎士団長イヌジニだ。エルビラ様、騎士団の残党の中にまだ息のある者がおります。とどめを刺しますか？いいや、治療して広告に送り返せ。しかし、生かしておいては。見届ける者は必要が。誇り高き騎士団長のあまりに惨めな最後をな。ロゴがどんな顔をするか楽しみだな。一旦帰るぞ。頼む、私をここから出せ。今ならまだ間に合う。富様、申し訳ありません。もうお諦めください。なあ、本当に大丈夫なのか？広告を裏切って。さあな。でも、ヘッセ家が勝てば、うちは助かるって話だ。もし負けたら、俺たち、どうなるんだ？その時は、エレナ様が取りなしてくれるだろうって。
上の奴らは言ってたけど。でも、エレナ様は広告で処刑されるんじゃ。いや、広告の王様は甘いから、きっと助けるだろうって。そんな都合よく、行くもんかね。エレナ様、戦場から撤退した王が戻った数日後、生き残った騎士団員が一人、ラーゴの死の知らせを持って生還しました。特攻？なんでそんなことするんだよ。あの火薬の威力は僕が一番知ってるんだ。そんなことしたらバラバラになって死んじゃうじゃないか。なんでだよ。そんなの僕の計算には入ってない。想定外だよ。だからバカは嫌いなんだよ。ラーゴのバカ、ノーメス天竺かよ。バズ、お母さん、僕はそんなつもりじゃなかったんだよ。小さくしろって言われたから、あいつを助けるための武器を作ったつもりだったんだ。本当だよ、お母さん。兄、エレナ様とセアラの死刑執行令状だ。まだ王はサインしてないけど。エレナ様とセアラが処刑される？アンボイスが裏切ったんだ。平助と手を組んで騎士団を罠にかけた。もう弁明の余地はないよ。そんなのダメ。彼女たちは何もしていないのに。無理だ。それが法と契約だから。たとえ兄上がエレナ様と我が子を殺したくないと思っていたとしても、殺さざるを得ない。それが王の責任だ。生かせば納得しない者たちもいる。何より国と王の権威が損なわれる。ここでも兄上は自分の感情を無視されるんだ。そんなこと、そんな思いをさせるために私はお別れしたわけではないのに。最近の兄上はエレナ様のことをよく話されていたよ。チースが強すぎて勝てなくて困るって。すごく悔しそうにしてたけど、でもどこか楽しそうにも見えた。セアラのことも最近は可愛がっていたよ。何かあるはずよ。二人を救う方法が何か。法と契約はいくら君でもあるよ。たった一つだけ。それはアンに君にしかできないことだ。エレナ様、あなた様にはチェスの才能がございますぞ。そうかしら。でもお父様はチェスなんて何の役にも立たないって。そんなことはございません。役に立たぬ際などこの世に存在しませぬ。いつかこの際が必ず力になる日が参りましょう。いつかここから出られるのかしら。もちろんでございます。きっといつかあなた様の価値を正しく見てくださる方が現れます。その時この際は必ずやあなた様を守るでしょう。王子様、王がお呼びです。こちらへ。エレナ、国王様。すまなかった。寒かったろう。セアラも大丈夫か？いえ、大丈夫ですわ。君の父はブレーコーは何を考えている？父は誰よりも欲深い人間です。
自分の利益のためなら娘の命など盤上のポーンほどにも思っていません。こんなことならあなたと仲直りなんてするべきではなかったですね。憎み合っていた方がよほど気が楽でしたでしょうに。そんな顔をなさらないでください。政略結婚なんて所詮こんなものですわ。させない。陛下。お前を処刑などしない。まだお前に一度も勝っていないんだぞ。負け越したまま俺を一生不眠症にする気か。でもそれではあなたの立場が。巫女様がセアラを次の王位継承者に指名した。巫女様が。あとは俺が重臣たちを説得するだけだ。ラーゴト学がいなくなってその席は空いたままだ。数は少ない。必ずねじ伏せてみせる。陛下。待っていろ。俺たちが必ずお前を助ける。巫女様の書記官としてこの会議に加わります。よろしくお願いします。書類の通り、巫女様は王とエレナ様の第一子、セアラ様を正当な王位継承者に指名いたします。婚姻同盟の破棄によるアンボイス家の処罰よりも王位継承者の保護が優先されるべきと考えます。法の立て付けとしてはおっしゃる通りだと思います。しかし、騎士団員の遺族は憤っております。彼らの不満はそのまま王への不満となります。騎士団は制約で家族とのつながりを絶っているはずだ。確かにそうですが、それで割り切れるものでは。分かっている。遺族への賠償は望むだけ与える。それで何とかしろ。かかる戦費はすでに莫大です。この上そのような。賠償金はアンボイス家の資産を没収して当てる。奴らは王を裏切り、国を撃った。その全財産を剥奪し、遺族に分配しろ。文句はないな。確かに、裏切り者の財産を遺族に分けるとなれば、民衆の怒りはある程度収まるでしょう。しかし、問題は血です。アンボイスの血を引くセアラ様を王位に据えるなど、エスセ系の利的行為になりかねません。さよう、大阪手に取ったとしても、その中身が伴わねば、共和国の理解も納得しません。まず、平世系の利的行為だという件については、俺がこの地上から平世系を抹消するから、懸念にもならん。それともう一つ。これは、鉄の宣誓書。密偵に調べさせた。アンボイス家の重臣トニが平世家からの誘いを拒み、そしてエレナが陰謀に加担していなかったとの証言が綴られている。そして、セアラを王位継承者と認め、エレナを生かすことが、法と利益の両立であると理解できない者は、この席からされ、ラーゴト学を失い、俺の手元には今、彼らの軍隊の指揮権が直接戻ってきている。法を解くか、力を解くか、お前たちの望む方で相手をしてやろう。承知いたしました、陛下。王位継承者の指名およびエレナ王妃の処刑凍結、これをもって重臣会議の決定といたします。ありがとうございました。例なら、巫女様とレブアに言ってくれ。二人の助言がなければ、どうなっていたかわからん。はい。ただ、ラーブを死なせたアンボイスの罪は、万死に値する。本音を言えば、今すぐにでも攻め入って、領地を更地にしてやりたいところだ。だが、領民に罪はない。そして何より、真の敵は背後で糸を引くエルビラ、平世家だ。タヌキ親父の処分は今は保留とする。それよりもエレナ、俺に力を貸せ。力？君のその
盤面すべてを支配する戦術の才能を俺に捧げろ。きっといつかあなた様の価値を正しく見てくださる方が現れます。承知しました、陛下。では、あなたの使える駒をすべて私に教えてください。一つ残らず、最も効率的な場所に配置してみせますわ。あ、二人でこの盤面、根底からひっくり返してやろうではないか。アンボイス家の裏切りは皮肉なことに広告にとって大きな追い風となりました。畜生学と騎士団長ら後、2人の偉大な指揮官を失ったことは計り知れない痛手でした。しかし、軍の指揮権が国王に一本化されたことで、その権威は以前にも増して強固なものとなったのです。さらに、か弱い王妃と幼い王子を救った王の行いは、弱きを守る慈悲深い騎士王の美談として広まり、大きな反発を生みませんでした。様子見を続けていた周辺勢力もまた、アンボイス家の裏切りを騎士道にあるまじき恥と断じ、ソーレン家とオズウィン家は援軍の派遣を決定。こうして広告軍は、かつてない規模の戦力を持って最後の戦いへ臨むことになったのです。エルビラ様、広告軍が進軍を開始しました。数は我が方の3倍はくだらないかと。先日の騎士団との戦闘で爆発に巻き込まれ、我々の騎馬隊もかなりの痛手を負いました。アンブオイス家の軍隊は少数で、士気も低いです。野戦では不利かと。同情してはいかがでしょうか。私がエルビラなら同情はしません。同情しても壁ごとカノン砲で吹き飛ばされるだけ。私なら亀のように首を引っ込めて敵のカノン砲に吹き飛ばされるのを待てというのか。正面からぶつかる必要はない。数は向こうが上でもロゴの首は一つしかないのだからな。王の首さえ落ちれば大軍など豪の衆だ。打って出るぞ。私がエルビラなら王だけを狙います。5507年第4節、ロゴ率いる広告軍は平家家本領近郊の閉店でついにエルビラ軍と激突しました。まずは中央の近郊を定石通り互角に戦えると思わせましょう。各位深追いするな。我々の役目はエルビラの雑魚どもを適度に裁くことだ。だが決して押し切ってはならない。奴らに勝機がある。そう思い込ませる程度にいい勝負を演じている。どうした広告の犬殿。やはり寄せ集めではこの程度か。ロボ、私はここだぞ。貴様の仲間の子。この首を取りに来るのか。エルビア、貴様だけは。敵は喜びに震え、勝利という名の毒を食らうでしょう。さあ、いらっしゃい。ここがあなたの終着駅です。
待て、逃がさんぞ、エルヴィラ。おうよ、これ以上の使うはなりません。奴を逃がすわけにはいかない。俺が仕留める。キングを前線へ。最も甘美な餌をチェックの距離に置きます。さあ、決着をつけようではないか。どうした？それが本気か。どうした？口ほどにもない。美しい顔をしているな。母親にか。だが、その目、トロスを思い出すな。安心しろ。人思いには殺さぬ。まずは足から切り落としてやる。泥の中を這いずり回り、命乞いをするがいい。あなたは勝ったつもりでいる。けれど、あなたは気づかない。チェック。逃げ場はありません。日が沈むぞ。それがどうした？そして最後の一手。闇に潜むナイトがその胸元を貫く。俺たちの勝ちだ。お前は誰だ？一体どこから？チェックメイト。おやすみなさい。お父様を惑わせた悪い魔女様。油断したか？油断、勘違いするな。お前なんかいつでも殺せた。でもみんながお前を殺したがってた。だから順番を待ってやっただけだ。喋るな。黙ってして。よかろう。エレナ様、早馬が参りました。王が見事エルビラを討ち取ったそうにございます。王を取りに使うなど、王妃様も恐ろしいことをお考えになりますね。スティールキング、エレナも得意筋だ。城の盤上でも、俺はいつもこれでコテンパンにやられているんだ。それじゃ、陛下も型なしですね。あ、まったくだ。お互い親の仇を討ったか。はい。殿、お前にはこれからも広告のために働いてもらいたいと思っている。どうだ？もちろんです。この力は巫女様のために使える。それが亡き父の言いつけですから。頼りにしているぞ。はい。どこまでもお供いたします。
父上、何か申し開きはあるか？エレナちゃん、僕は君を助けようとしたんだよ。国王に虐げられているエレナちゃんを。そうか、それは大変申し訳なかった。そのような誤解を父上に与えていたこと、ひとえに私の不徳の致すところだ。だが、父上、エレナは素晴らしい女性だ。私は毎晩、寝不足になるほど彼女に夢中だぞ。チェスですけどね。玲子、貴殿の処分だが。お待ちください。この責任はこの鳥にございます。私がおそばについていながらかような事態を招きましたこと、お詫びのしようもございませぬ。私ごときの命で償えるとは思っておりません。しかしエレナ様に父親殺しをさせるのはあまりにも酷にございます。元王妃の名誉にも関わりましょう。どうか私の首で無礼公の命だけはお助けください。キャニー、素晴らしい忠義であるな。では、無礼公の処分はエレナ、君に任せる。君の好きにするがいい。ありがとうございます、国王様。エレナちゃん、助けてくれ。僕はアンボイスのため、そしてエレナちゃんと孫の将来を思って。お父様、私、今回の戦いで読みを一段深めることができましたの。何の話だ？あなたは私を投資対象として扱い、損切りなさいました。そして私は今、あなたという不良資産をどう処理すべきか、その最適解を導き出しましたわ。不良？お父様、あなたは以前、女がチェスを動いても役に立たないとおっしゃいましたわね。ですから、その言葉の通りにして差し上げます。あなたは本日をもってアンボイスの全権を剥奪、隠居していただきます。これからはこの城の地下牢で死ぬまで誰にも邪魔されず、チェスだけをして過ごさせてあげますわ。あなたがかつて私に強いたあの孤独な日々と同じように。待ってくれ。連れていて。明右大の統治者には、私が最も信頼を置く者とにを指名いたします。エレナ様、あなたのおかげで、私、すごくチェスが強くなったわ。いつも気にかけ、守ってくれてありがとう。これからは、私に仕えなさい、とに。アンボイス家は、賠償のために全財産を失うことになります。一から出直しになるけど、あなたならやってくれると信じています。はは、このとに命ある限りお二人にお仕えいたします。エレナの師匠か。これはいずれ一曲お願いせねばならんな。また不眠症になるかもしれなくてよ、国王様。よし、これでいいはずだ。バズ、今度は何を作ったんだい？超小型のカノン砲さ、マッチロック式火縄銃って僕は呼んでる。これなら兵士一人で抱えて走れる。それに僕が考えた特別な安全装置付きだ。不意に暴発して誰かを傷つけることはないよ。バズ、戦争は終わった。この銃の出番はもうないかもしれないよ。そうだね、それが一番いいかもね。そうだ、もう一つアイデアがあるんだよ。なんだい？まだ何か物騒なものを考えているのかい？違うよ、ロゴくんの雷を見てひらめいたんだ。あれを閉じ込められたら火薬とは比べ物にならない力になる。火薬で壊すんじゃなくて雷で何かを動かしたり、夜を昼間みたいに明るくしたり。そうだ、次はそれを研究しなくちゃ。手伝うよ、バズ。一緒に頑張ろう。
ただし夜はちゃんと8時に寝るのよ。せめて10時にしてよ。ダメ、言うこと聞かないとおやつ抜きだからね。ああ、俺も戦争行きたかったぜ。エグアニーと一緒に留守番だもんな。戦争なんてもんやだよ。まあそれもそうだ。でもまだ虫の巣が残ってるじゃん。近々行くと思うよ。よし、今度こそ連れてってもらうぞ。お前に負けてるのなんか尺だしな。2人とも行っちゃうの？虫討伐なら俺の出番はないかな。今度はきっと俺が留守番さ。ジェンが言ってたんだけど、虫のゼリーって美味しいらしいぜ。お土産に持ってきてやろうか。やだ、気持ち悪い。俺もいらないかな。なんだよ、ちょっとくらい試してみようぜ。はい、今日の書類。すごい量。兄上もぼやいてるよ。サインするだけで日が暮れるって。これが終わったら少し瞑想をしてくるね。残りは僕がやっておくから。そうだ、近々キャラバン隊が帰ってくるよ。ライラも元気みたいだ。手紙が来ていたよ。本当に？帰ってきたら食事でもしながら話を聞こう。きっと外の世界の面白い話がたくさん聞けるはずだよ。楽しみだわ。何？前から言おうと思ってたんだ。ミコという仕事について。君のそばにいると感じるんだ。君は何かとても大きな重圧を一人で背負っているの。僕じゃまだ頼りないかもしれないけれど、君を一人にはしないから。何かあったら本当に何でも言ってくれ。ありがとう、レグア。チェックメイト。勝ったぞ。どうだ、エーナ。これは完全にしてやられましたわ。悔しいか？どうだ？悔しいか？これは確かに不眠症になりますわね。そうだろう。本当にお強くなったこと、これで私も役御免ですわね。何を言う。まだ1勝だぞ。あと123勝しないと勝ち越せないんだぞ。数えてらしたの？当然だ。詳細な寄付とその時の俺の悔しさも合わせて全部日記に書いてある。まあ呆れましたわ。エレナ、お前に頼みがある。はい、私にできることなら何なりと。俺と結婚してくれないか？はい、喜んで、陛下。
61.258。そろそろ何とかした方がいいですよ、兄。オルド団長。俺をその名で呼ぶな。俺はただの代理だ。あのお方に代わる翼など、この世に2つとない。失礼いたしました、オルド団長代理。職人より報告です。騎士団用の新宿車が完成しました。ご見分を。わかった。すぐに行く。ナーボ団長。俺一人、おめおめと生き延びた深く、お詫びの言葉もございません。ですが、あなたの残した爪は、まだ折れていない。必ずや騎士団を再興し、あなたの意志であった広国の浮上をそぎ落とす剣となってご覧に入れます。忘れはしない、あの屈辱を。認めるものか、我ら騎士団は。アンゴイスの血を引く王など、決して